はい、哲也です。今日もですね、昨日の続きというかね、例の小西洋之議員が高市早苗さんを追及するためにですね、総務省から入手したとされる例の内部文書ですよね。取扱厳重注意文書というのかな、それに関する問題について話したいと思うんですけども、かなりこの問題は場合によってはね、大きな問題になる可能性がありますよね。それはですね、昨日もちょっと紹介しましたけど、有本香里さんがですね、昨日3月4日にですね、ツイートされた内容に尽きるんですね。ちょっと読んでみますね。捏造なら永田メール事件の再来、本物なら総務省盗聴の大事件、前者なら小西洋之議員の辞職は避けられなかろうし、後者なら何人もの官僚の首が飛びかねない。この巨大な墓穴掘りは小西一人の思いつきか、それとも誰かにそそのかされたのか、いずれにせよまともな判断力があったとは思えないというね、この記述があるんですけども、本当ですね。捏造ならね、永田メール事件といって、昨日もちょっとお話しましたけども、偽メールをねつかまされて、永田議員がですね偽メールをつかまされて、それで、追及してですね、自民党議員を追及して、そして後でこれが捏造だと分かって議員を辞めざるを得なくなったというような話ですよね。そして自殺に追い込まれたということなんですけれども、そんな可能性も秘めているわけですね。ただもっと言うと、本物だったとした場合、神聖なものだとした場合にはですね、これは総務省が盗聴されてたというか、総務省がというかをというのかね、これなかなか難しい。誰がやったかによりますけどね、電話まで盗聴された可能性があるということになりますよね。もしこれが本当の神聖なものだとしたらですね、これはまたウォーターゲート事件レベルの、大事件になるじゃないですかね。これどっちかなんですよね。本当に僕のフォロワーの方からですね、哲也さんはどちらの味方なんですかと、小西さんの言ってることに少しでも正しいところがあると思ってるんですか、高橋さんの言ってることに信憑性が高いでしょうというようなことを言われたんですけども、僕はちょっと慎重になって中立的な話し方をしたということがあって、そういう不満というかな、そういう意見を述べる方もいらっしゃいましたけども、僕は正直言って高市さんの方を信じてます。はっきり言ってね小西さんっていうのは前からもうああいう人じゃないですかね。だから小西さんの言ってることを信じるってことはまずないんですけれども、この話がですね、やっぱりちょっと異常な話なので、この問題を単純にですね、偽造か偽造じゃないかっていうふうにそういう問題だけでは済まされないと思ってるんですね。で、皆さんがね、僕のフォロワーも含めてね、ツイッター民の皆さんがこの件に関してどのように感じているのかをちょっと調べたくてアンケートを取ったんですよね。で、こんなアンケートです。あなたは小西洋之氏が国会において高市早苗氏を追及するために引用した内部文書は神聖なものだと思いますか、それとも捏造だと思いますかという質問なんですね。はい、それで、約2万票以上の2万数千票の投票があって、結果はですね、ざっくり言うと、小西氏の主張する通り神聖なものであるという答えた人が 2.5% で、高市が主張する通り捏造であると答えた人が 97.5%、四捨五入して 98% ですね。つまり 98% 近い人がですね、もう高市早苗さんの言ってることが正しいと、捏造であろうというふうに感じているわけですね。これまでの政治姿勢を考えればね、当然の結果で、僕もこのツイッターの人たちの反応と全く同じ考え方を持っているということです。またこの文章が捏造臭いというのはね、僕非常に尊敬している高橋洋一先生っていう大学の教授がいらっしゃいますけども、その人がですね、かつて総務大臣の補佐官かなんかやられた経験があるそうですけども、5つぐらいちょっと不審な点というか不可解な点、その文章のですねを指摘しておられます。だから捏造だと断定してるわけじゃないんですけども、ちょっと変だな、なんだかなっていうことをおっしゃってるんですね。その内容をですね、テイク5というインフルエンサーの方がまとめていただいてたので、ちょっとねこれを利用させていただきますけれども、5つの不可解な点です。まず1番目は厳重取扱注意というふうに書かれていたというんですね。全部じゃないけども一部に厳重取扱注意と書かれていたと。でもこういう言い方は普通しないらしいんですね。取扱厳重注意、日本語的にもそうですよね。取扱厳重注意の方が日本語的には正しいような気がしますので、普通は取扱厳重注意と書くものらしいんですね。それが
厳重取扱注意になっているのでちょっと変だなということですね。はい、2つ目の不可解な点、大臣レクの配布先に先方の名前や事務次官の名がないということですね。これは大臣レクをしたということになりますとね、こういうレクをしましたよということで確認のために先方にも一応伝えるということが普通なんですね。後で言った言わないということを言われても困るんでね。大臣レベルの人との対応をしたということになると事務次官はやっぱり責任があるので、そこには一応そういったね内容については知らせるというのが普通らしいんですけど、それがないというところも変だなって言ってるんですね。それから3つ目にですね、秘書官ではなく参事官からの連絡が回っているということで、普通はこれ秘書官がやるそうです。この辺はよくね、参事官と秘書官の役割は僕にもわからないんですけども、一般的には秘書官がやるということらしいですね。それから4つ目ですね、不可解な点4つ目は、高市大臣と総理の電話会談の記録みたいなことをタイトルが書いてあったんですけども、普通はですね、総理と高市大臣との電話会談のっていうふうにならなきゃおかしいらしいですね。そうですね、序列から言ったらそういうふうになるのが普通じゃないでしょうかね。一般にそういう公務員で、高級官僚と言われている人はそういうところは、間違いないんじゃないでしょうかということなんですね。それから不可解な点5番目ですね、電話した日時について不明って書いてあったということで、日時不明というのは記録じゃないですよね、これね。こういうことを普通書くものではない。普通は日時をきちっと入れるものであると、ね、これ証拠書類にもなるわけですから、そういう意味でね、このなんていうかな、内部文書、小西洋之氏が引用した内部文書というのは、どうもね信憑性が低いなという感じはすると、高橋先生はそうおっしゃってるんですね。僕もそういうことであればそうかなというふうに思います。ただしね、小西さんが使った内部文書は本物だと強く言い張ってる人もいるんですよ。これは立憲の人じゃないですよ。維新の足立康史さんですね、衆議院議員ですけども、このようにツイートされています。小西洋之参議院議員が公表した行政文書はすべて本物であり、総務官僚の一部が小西洋之、奥野総一郎ら旧郵政出身国会議員に事案についてリークしてきたと見るのが妥当だろう。高市早苗大臣は直ちにすべてを認め、政府自民党も反省すべきは反省すべき。2015年以降の答弁は撤回を余儀なくされるだろう。自民党にとっては厳しい状況になるが仕方ない。今回リークされた公文書はすべて本物。高市大臣が承知していないとしても、総務省の行政文書であることは間違いないだろうと。こういうふうにね、かなり断定に近いような表現をしてるんですね。ただし僕はこれについて思うのは、本物です本物ですと言ってるけど、何の根拠も示してないんですよね。普通なんか根拠を言うじゃないですか。本物だということを指摘するのであれば、何の根拠もなく本物だとただ言ってるだけなんですよね。こういうのはちょっとあんまり説得力がないと思いませんか。先ほども言いましたようにね、僕はこの文章については捏造だと思いますけれども、基本的にはね、ただこれがもしですね本当だった場合、よりも事件性大きくなるわけですよ。騙されて小西洋之議員がそれを本物だと思い込んで質問したということではなくてね、これは本物であったということになるとね、一つはですね、3つぐらい問題があると思うんですけど、一つは国家安全保障上の問題です。磯崎元総理補佐官がね、このようなツイートをしています。放送法、これハッシュタグ放送法、文書の審議は別にして、それによると官邸総理執務室での総理の変幻責語が当時の総理秘書官によって親元の総務省に詳細に報告されていたことになります。ありえない話です。国家の安全保障上も重大な事態と言わざるを得ません。岸田内閣もすぐ点検すべきですということですね。総理の語っている内容、これ変幻責語というのは、細かい言葉尻というかな、それまで全て詳細に総務省に報告されているということは、これはちょっと安全保障上の問題があるということですよね。それから2つ目はもっとひどいんですけども、これは電話の会話内容が記述されている文章があるわけですよ。高市議員の言葉と安倍元総理の言葉両方入っているわけですね。これ電話を盗聴しておかないとここまで内容が分かるわけがないじゃないですか。
それが記述されているということは、これ盗聴が行われている可能性がある。これもし本物だとすれば盗聴を前提にしないとありえないということになりますよね。一国の総理大臣と大臣との間の会話が盗聴されていたということになりますからね。これはちょっと本当だったらもう有本さんじゃないけど官僚の首が何人か飛んでもおかしくないようなレベルですよね。それから3つ目は秘密保持の問題ですね。これ取扱厳重注意文書ですよね。でそれをですね簡単に裏から議員、たとえ議員としてもですよ、裏からリークするということね。これはね、法律、国家公務員法でどこまで裁けるのかちょっと僕は法律家じゃないので分かりませんけども、問題なしとなるようなことではないと思いますよ。これもしね本物を渡したんだとしたらね、取扱厳重注意の文章をこれ一番上の許可も多分得てないと思うんですけど、そこそこの人たちが渡したのかもしれませんが、本当に渡したんだとしたら機密保持の問題として、処罰される可能性もありますよね。そういうことなんですけどね、当の小西洋之議員はですね、これは本物であるというふうに今なお主張し続けていますね。3月3日の予算委員会の後にこういうツイートをされています。ちょっと読んでみますね。3月3日の予算委以降に総務省の複数名の現職官僚の方から応援のお電話をいただきました。文書を捏造呼ばわりした高市大臣への批判はもちろん、今も総務省でエース課長として働く職員などが作成した文書を正確性や作成経緯が不明などと批判する松本総務大臣を許せないといった声をいただきましたと、こういうふうにあくまでもこれは神聖なもの、本物であるということを主張しているんですね。それほど自信があるのであれば、ぜひね今言われたエース課長として働く文書を作成した人たちですね、またそういう批判をしている人たち、松本総務大臣などをね批判している人たち、高市さんを批判している人たち、ぜひ国会に証人として呼んでですね証言をしていただきたいなと、そういうことをしなきゃいけないでしょ。ただ本物だ本物だとね、この足立議員もそうなんだけど小西議員も本物だ本物だと言い張ってるだけなんですよね。証拠がない、裏付けがないんですよ。はっきり言ってその文書に登場した人たち全員5、6人呼んでですね、実際はどうだったのかということを確認すれば、これは本物かどうかというのははっきりすると思うんで、これ非常に大きな問題なんだね。本物であれば本物であっただけにねまた大変ですよ。僕はねこの点に関して、次のようなコメントをしています。仮に内部文書に神聖なものが含まれていたとしても、総務省は盗聴でもしなければ書けない部分まで認めるとは思えない。そうなると高市氏が否定している以上、捏造が確定することになる。そうなったら小西議員はどうするのかなというふうに書いたんですけども、電話盗聴した部分が実際にあってですね、それを総務省が実は盗聴したんですよって言うとは思えないんですよね。ですからおそらく総務省は否定するんじゃないでしょうかね。もしこれ肯定したらまた大変な問題ですよね。否定した場合には、少なくともその問題に関しては安倍総理と高市さんがいろいろ話し合って放送法の解釈を変えたということであれば、その部分は崩れてしまうわけで、小西議員はその際どうするんでしょうかね。まだいろんな問題点が残されていますけども、来週にかけていろいろと真相が明らかになってくるんじゃないかと思うんですね。ぜひみんなで注目していきましょう。あなたはどうお考えでしょうか。ではまた。Good luck。 目覚めよ日本人。今回のようなお話に興味のある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。